はい、今ご紹介いただきました、DX 博士人材フェローシップ教務委員会の委員長藤田と申します。よろしくお願いいたします。まずは皆様採択おめでとうございます。でここのですねお話ではここにある主体的学びの主体的な学びの場、それから挑戦的融合的研究の場、この中身についてご紹介をしたいというふうに思います。でもう今石森先生理事の方からもお話ありましたけれども、皆さん専門研究に関しては言わずもがなでそれぞれのですね博士課程の研究で、いろいろな知識能力を身につけていかれるかと思います。でその専門の力に加えてどのような分野に進んでも共通的に必要な力、あるいは活用できる力、そういうものとして4つの力を設定している。でそれが先ほどのお話でもありましたようにDX の推進力、課題、抽出解決力、異分野融合展開力、国際コミュニケーション力、こういったものを設定しておりますけれども、こういったどのような分野に進んでもですね活用していただいて活躍の元になるような、そういう能力を、北大の学内にあるいろいろな教育プログラムあるいはセミナー等でですね身につけていただきたいというふうに考えています。それからもう一つはですね皆さんがそれぞれの研究活動の中で、意識しないままに習得しているそういう共通的な能力というのもあるわけです。こういうものをトランスファラブルスキルというふうに言うんですけども、ここにあるような丸1から丸7にあるような能力、こういったものもですね身につけた専門力以外のですね皆さんが獲得した能力として見える化をしていく。でそれが皆さんの将来のですねキャリアパスに生かせるようなそういう形にしようというそういう仕組みを構築しようというふうに考えています。で先ほど学内のさまざまな教育プログラムに参加して、その4つの能力、を、トランスファラブルスキルを向上させてくださいという話をしましたけども、どの教育プログラム、いろいろなその教育プログラムありますけども、どの教育プログラムに参加するとどの能力を向上させることができるのかということをここに、あるような形でですね皆さんにお示しをします。で教育プログラムを構成する授業やセミナーに参加すると、ここに例としてこれは書いてあるんですけども、ある教育プログラムを取るとこういう授業とかですねセミナーとかから構成されている、そういうプログラムがあって、その教育プログラムのどの科目を取ると先ほどお話ししたこの4つの力、それからこの主体的研究力というのはさっきの丸1から丸7にある中身になりますけど、そういったものの能力が身につくかということがですねこういうふうにポイントの形で見えるようにした一覧表がございます。でこれをですね見た上で、皆さんが自分自身どの能力が自分としては向上させたいのか、そういう目的意識を持っていただいてそれぞれの教育プログラムに参加していただきたいということであります。で時間的余裕がない方もいるかと思いますけれども、例えば DX 推進力を向上させるためのプログラムとしてオンラインで履修できるプログラムなども用意しておりますので、ぜひ参加していただきたいというふうに思います。でこういったその獲得した能力、これをですねどういうふうにその自分自身でこう見えるようにするのかということでここにお示ししましたように、これ間もなく完成するんですけども、このポートフォリオシステムというものを今準備しつつあります。で皆さんがですね獲得したポイントがこのポートフォリオで可視化できるようになっております。でこのポートフォリオシステムでは皆さんが参加した教育プログラムのポイント配分表とレーダーチャートの両方が見れるようなそういう中身になっているんですけども、例えばこういうようなイメージですね。教育プログラムの中にこういろいろな科目があってその中のこの、一番上の、なんとか特論1という科目があります。でここの科目というのはこの4つの力に対してそれぞれこういう重みが
あるような形で授業が行われているというものであります。でそしてこの科目をですねそのポートフォリオの中に表示して、ここをポンとクリックすると未習得のものが習得に変わる。そうするとその習得済みのそれぞれのポイントがこちらの右側のレーダーチャートの中に反映されるというそういう仕組みになっております。で例えばこれですとDX 推進力 0.3 ポイントですので、これをポンと押した瞬間にその DX 推進力のところが、ちょっとあれですけど0.3 ポイントのところにこう、プロットが入るような、そういうようなイメージのものになります。で、ある能力について獲得ポイントが、だんだんいろいろな科目とか教育プログラムを取ると増えていくわけですけども、その獲得ポイントが一定レベル以上に到達した場合には、その到達度に応じてオープンバッジを授与します。でオープンバッジというのは国際標準規格に準拠したデジタル証明書でして、近年では多くの企業や社内研修を修了した人、特定の専門能力を有している方などに発行されています。でこのオープンバッジを授与することで皆さんが習得した能力の到達度を可視化させます。例えばこの絵ですと、ここにDX 推進力というのがありますけれども、そういう、DX 推進力のプログラムを取って、それで、それが一定科目数を蓄積するとこういうポイントになる。でこれが、例えば10ポイントになったら DX 推進力というものに関してその、ゴールドバッジがもらえると。でこういうこれがそのオープンバッジというふうに言っているんですけれども、これが発行されると例えば皆さんがですね企業とあるいは外の研究機関とメールでやり取りするときに、そのメールの末尾にこのバッジがですね添付されていて、そのコミュニケーションを取っている相手の方に、皆さんがこういう能力を獲得しているということが見えるようになるという、そういうものであります。でこういう形でその単位を習得する、またはセミナーに参加することでポイントが獲得できるんですけれども特定の能力についてはすでに皆さんもそういう能力は持っている、あるいはその能力については秀でている、そういうような場合もあります。でそのような方がより早くオープンバッジを授与される基準に到達できるように能力のレベルに応じて獲得ポイントの倍付けを行うことが可能な仕組みも導入しております。具体的にその、何倍のポイントになるかというのは、これちょっと今現在固めているところなんですけども、例えばある科目に関して、この一番高いレベルまで達しているというふうに認定された場合は、それが例えば5倍のポイントが入るという形でこれを獲得すると、すぐにゴールドバッジに達すると、そういうような仕組みを作っているということであります。で実施している各種プログラムにどのようなものがあるかということで、その確認方法になります。まず各教育プログラムの内容はポータルサイトのページで確認できます。皆さんは申請の際に一度一覧表を目にしているかもしれませんけれども、興味があるプログラムがありましたらぜひ参加していただきたいというふうに思います。また教育プログラム以外にもトランスファラブルスキルを習得できるセミナーや各種イベントを実施しておりますので、そういうセミナーイベント随時ですねスラックやポータルサイトで周知しますので、ぜひ積極的に参加していただきたいというふうに思います。次に挑戦的融合的研究の場について説明します。本制度では皆さんの自由で挑戦的融合的な研究を推進する環境を提供するため、通常の研究費に加えて申請内容に応じて追加で研究費を支援します。まず研究費に関する注意事項になりますけれども、本フェローシップはフェローシップでは皆さんは研究者の一員として扱われます。研究者の一員ということは一定の裁量が与えられるということとともに、その使用方法
等についてですね、説明責任も発生するということを意味します。研究費の使用にあたっては、社会へのその説明責任を果たす関係上、各種ルールを遵守して、適正に手続きを行うことが求められますので、この点は注意していただきたいというふうに思います。で、挑戦的融合的研究の場の具体的な支援内容がここのスライドに、示されています。で一番上、異分野研究室と派遣支援、これは国内外の研究室派遣などを支援する。それから成果発表支援、英文雑誌や国際学会で発表することなどを支援する。挑戦的研究支援、研究領域や研究テーマ等に制限を設けない自由な研究活動を支援する。学生共同研究支援、これはフェローシップ制同士のグループ研究の推進を支援する、こういったものからなります。それぞれの申請方法等の詳細は、ポータルサイトに掲載しておりますので、各自確認していただければというふうに思います。最後に、皆さんの取り組みを支援する制度としてメンター制度を実施します。目的はここに書いてある通りなんですけれども、ビジネスチャットツールスラックを使用したコミュニティを形成して実施します。で、メンター制度の詳細は、皆さんのメンターがどなたになるかが決定する6月以降に改めて皆さんに連絡をします。ということで説明以上ですけれども、皆様のですねこれからの活躍期待しております。このフェローシップをぜひ生かしてですね実力をぜひ身につけていただきたいと思います。私からの説明は以上になります。